無限の宇宙の彼方に、もう一つの私たちが存在するかもしれない。皆さん、こんな想像をしたことはありませんか？実は、これは単なる SF の世界の話ではありません。現代の物理学者たちが真剣に研究しているマルチバース理論という考え方なのです。私たちの宇宙は、無限に広がる宇宙の海の中のたった一つの泡に過ぎないのかもしれません。その泡の一つ一つが、それぞれ異なる物理法則を持つ別の宇宙である可能性があるのです。今日は、この驚くべき理論の最前線についてお話しします。この動画を見終わる頃には、あなたの宇宙観が大きく変わるかもしれません。私たちが生きているこの宇宙は、なぜこのような物理法則を持っているのでしょうか？なぜ、私たちは存在することができるのでしょうか？その答えを探るたびに、今から出発しましょう。でも、その前に一つ重要なお知らせがあります。この内容は、最新の物理学理論に基づいていますが、まだ完全には証明されていない仮説も含まれています。しかし、だからこそ面白いのです。科学の最前線では、まだ誰も確実な答えを知らない謎に挑戦し続けているのですから。では、私たちの想像を超えた、驚きの物理学の世界へ、一緒に飛び込んでみましょう。さて、皆さんは重力という力についてどのようなイメージをお持ちでしょうか？銀河系から落ちてくるような身近な現象から、巨大な銀河の運動まで支配している不思議な力です。しかし実は、この重力の正体については、100年以上も前から物理学者たちを悩ませ続けている大きな謎が残されているのです。アインシュタインは1915年に一般相対性理論を発表し、重力を時空の歪みとして説明しました。一方で、物質の最小単位である原子や素粒子の世界を記述する量子力学という理論も20世紀初頭に確立されました。電磁気力や原子核力など、重力以外の自然界の基本的な力については、量子力学の枠組みで説明することができます。しかし、なぜか重力だけは、量子力学と調和する理論を作ることができないのです。これは現代物理学最大の課題の一つとされています。この問題に挑戦する中で生まれてきたのが超弦理論という革新的なアイデアでした。この理論では、すべての物質や力の根源に、プランク超と呼ばれる極めて小さなスケール、10のマイナス35乗メートルで振動する超弦があると考えます。超弦理論は、重力の量子論的な記述を可能にする可能性を秘めた理論として、多くの物理学者たちの注目を集めています。ただし、この理論には驚くべき特徴があります。理論の数学的な整合性を保つために、私たちの住む3次元空間に加えて、6つもの余分な次元が必要だというのです。6次元も余分な次元が必要なの？と思われる方も多いでしょう。実際、私たちの日常感覚では3次元、上下、左右、前後しか認識できません。では、残りの6次元はどこにあるのでしょうか？超弦理論の研究者たちは余分な6次元がコンパクト化という形で丸まっていると考えています。これを身近な例で説明すると、遠くから見た電線のようなものです。電線は近くで見ると太さがありますが、遠くから見ると一本の線にしか見えませんよね。同じように、この余分な次元も極めて小さな規模で丸まっているため、私たちの日常生活では気づくことができないというわけです。しかし、ここでさらに興味深い発見がありました。この余分な次元の巻き方には、なんと10の500乗通りもの可能性があるというのです。10の500乗という数がどれほど大きいか、身近な例で考えてみましょう。例えば、私たちの銀河系の質量と電子一つの質量を比べても、その比は10の71乗程度です。つまり、10の500乗という数は、私たちの想像をはるかに超える巨大な数なのです。そして、この巨大な数の可能性それぞれが、異なる物理法則を持つ宇宙を生み出す可能性があるのです。ここで疑問が生まれます。なぜ私たちの宇宙は、この途方もない数の可能性の中から、現在のような物理法則を持つことになったのでしょうか？この疑問に対する一つの答えが永久インフレーション理論とマルチバースという考え方です。永久インフレーション理論によると、宇宙の誕生直後に起きたインフレーションと呼ばれる急激な膨張は、場所によって異なるタイミングで終わります。これは、お風呂の表面にできる泡のようなものです。古い泡が消えても新しい泡が次々と生まれるように、宇宙のある領域でインフレーションが終わっても、別の領域では膨張が続いているというわけです。そして、インフレーションが終わった場所それぞれが、一つの泡宇宙となります。
この理論によれば、私たちの宇宙は、無限に広がるマルチバースの中の一つの泡に過ぎないことになります。さらに興味深いことに、これらの無数の泡宇宙それぞれが、先ほど説明した10の500乗通りの可能性の中から、異なる物理法則を持つ可能性があるのです。ではなぜ、私たちの宇宙は生命が存在できるような物理法則を持っているのでしょうか。その答えは意外にシンプルかもしれません。それは人間原理と呼ばれる考え方です。私たちが存在できる条件を持った宇宙だけが、私たちによって観測されるというわけです。これは、なぜ魚は水の中にいるのかという質問に似ています。魚は水の中でしか生きられないのですから、魚が自分の環境について考えるとき、必然的に水の中にいることになります。同じように、私たちが宇宙について考えることができるのは、私たちが存在できる条件を持った宇宙の中にいる時だけなのです。このマルチバース理論は、現代物理学の中でも最も議論を呼んでいる話題の一つです。特に興味深いのは、この理論が300年以上前からある微調整論法という考え方に現代的な解釈を与えたことです。17世紀末、多くの科学者たちは地球が太陽から絶妙な距離にあることや、物理定数が生命の存在に都合の良い値を持っていることを、神の存在証明として考えていました。でも現代の物理学者たちは、マルチバースという考え方で、この微調整を別の方法で説明しようとしています。それは、無限にある宇宙の中で、私たちが観測できるのは、私たちが存在できる条件を持った宇宙だけという考え方です。例えば、もし重力が少し強すぎる宇宙があったとしても、そこでは星や銀河が形成される前に宇宙が収縮してしまい、生命は誕生できないでしょう。逆に重力が弱すぎる宇宙では星や銀河が形成されず、やはり生命は誕生できません。つまり、私たちが観測している宇宙の物理法則は、無限にある可能性の中から、生命が存在できる条件を満たしたものの一つなのかもしれません。これは、まるで宝くじのようなものです。身近な例えでもう少し詳しく説明してみましょう。想像してみてください。世界中で1億人が宝くじを買ったとします。その中で当選するのは1人だけ。当選確率は1億分の1です。でも、当選した人にとってはなぜ自分が当たったのかという質問に意味はありません。なぜなら、当選した人だけが当選者のインタビューに答えることができるからです。同じように、無限にある宇宙の中で、生命が存在できる条件を持つ宇宙は非常に稀かもしれません。例えば、電子の質量が現在の値から 0.1% でもずれていたら、原子は安定して存在できないかもしれません。また、強い核力という原子核を束ねる力が少しでも弱ければ、星の中で重い元素が作られず、地球のような惑星も存在できないかもしれません。私たちの宇宙は、まるで完璧な料理のレシピのように、様々な物理定数が絶妙なバランスを保っているのです。料理で例えると、塩加減が少しでも違えば味が台無しになってしまうように、物理定数が少しでもずれれば、生命が存在できない宇宙になってしまうのです。でも、無限に宇宙があるとすれば、その中には必ずちょうど良い条件を持つ宇宙が存在するはずです。それは、大量のサイコロを振り続ければ、いつかは全て6の目が出る確率があるのと同じです。ただし、サイコロの場合は何回振ったか数えることができますが、マルチバースの場合は無限の可能性があります。無限という概念は、私たちの日常的な感覚では捉えにくいものです。例えば、1から始めて永遠に数を数え続けても、無限には到達できません。同じように、たとえ高速で永遠に飛び続けても、無限に広がるマルチバースの全てを見ることはできないのです。この無限の可能性の中で、私たちは生命が存在できる稀有な宇宙に住んでいるのです。それは偶然のように見えるかもしれません。同じように、生命が存在できる条件を持った宇宙の中にいる私たちが、なぜこの宇宙なのかと問うても、それは当然の結果なのかもしれません。この考え方は、私たちの宇宙観を大きく変えるものです。私たちの宇宙は、無限に存在する宇宙の中の一つの青かもしれません。そして、その他の宇宙では、私たちの想像をはるかに超える物理法則が働いているかもしれません。しかし、このマルチバース理論には批判もあります。最大の批判は、この理論は実験で検証できないというものです。科学の基本は、理論を実験や観測で検証することです。でも、他の宇宙は私たちの宇宙の外にあるため、
直接観測することができません。これは科学の理論として適切なのかという疑問が投げかけられています。また、この理論は物理学の目的自体を変えてしまうという批判もあります。従来の物理学は、なぜ物理法則がこのような値を持つのかを説明しようとしてきました。でも、マルチバース理論はそれは偶然だと言っているようなものです。これは、物理学の説明としては物足りないという意見もあります。このような議論をより具体的に理解するために、私たちの身近な例で考えてみましょう。例えば、なぜ空は青いのでしょうか？これには物理的な説明があります。太陽の光が大気中の分子にぶつかると、青い光が特に強く散乱されるためです。この説明は、実験で確かめることができ、誰でも同じ結果を得ることができます。一方、マルチバース理論での説明は、これとは大きく異なります。なぜ光の散乱がこのような性質を持つのかという問いに対して、別の宇宙では違う性質を持っているかもしれないが、私たちはたまたまこの性質を持つ宇宙にいると答えることになります。これは、まるでジグソーパズルのピースを見つけるのではなく、無限にパズルがあるから、このピースに合うパズルが必ずどこかにあると言っているようなものです。科学の歴史を振り返ると、多くの謎は忍耐強い観察と実験によって解き明かされてきました。ガリレオは望遠鏡で木星の衛星を観察し、地動説の証拠を見つけました。メンデレーエフは元素の周期表を作り、まだ発見されていない元素の存在を予見しました。アインシュタインの一般相対性理論は、彗星の軌道の謎を説明し、後に重力レンズ効果という形で証明されました。これらの発見はすべて、理論が実験や観測によって検証できることを示しています。しかし、マルチバース理論は、この科学の基本的なアプローチから外れているように見えます。それは、銀河の向こうに見えない財布を置いておいて、そこにお金が入っているかもしれないし、入っていないかもしれない。でも、確認する方法がないと言っているようなものです。とはいえ、マルチバース理論には魅力的な側面もあります。それは、私たちの想像力を大きく広げ、宇宙の神秘についての新しい考え方を提供してくれるのです。これらの議論には、現代の物理学が直面している大きな課題が反映されています。特に1993年、アメリカでの巨大な粒子加速器計画超電導スーパーコライダーの中止は、物理学の研究方向に大きな影響を与えました。この計画は、現在のラージハドロンコライダーの3倍もの規模を持つ予定でした。しかし、150億ドルという巨額の予算が問題となり、計画は中止されることになったのです。これは単なる一つのプロジェクトの中止ではありませんでした。基礎科学研究への予算が大幅に削減される中、物理学者たちは研究の方向性を変える必要に迫られたのです。この状況を私たちの日常生活に近い例で説明してみましょう。想像してみてください。あなたが料理人で新しい料理を開発したいと考えています。高価な食材と最新の調理器具があれば、様々な実験的な料理を試すことができます。でも突然、予算が大幅に削られてしまいました。そんな時、あなたならどうしますか？おそらく、手持ちの材料と道具で工夫を凝らすことになるでしょう。物理学者たちも同じような状況に直面したのです。例えば、素粒子物理学の実験には、原子を高速近くまで加速させる大型の装置が必要です。これは、自動車のエンジンの性能を調べるために、実際に車を走らせてテストするようなものです。しかし、より小さな素粒子や、より高いエネルギーでの現象を調べるには、より大きな装置が必要になります。それは、より速い車をテストするために、より長いテストコースが必要なのと似ています。超電導スーパーコライダーは、テキサス州に建設が予定されていた巨大な円形加速器でした。その大きさは、東京ドーム約400個分に相当します。このような巨大プロジェクトの中止は、物理学の研究スタイルを大きく変えることになりました。それは、高級レストランのシェフが家庭料理の研究を始めるようなものです。予算は少なくても、創造性と工夫次第で新しい発見ができるかもしれません。実際、アインシュタインの相対性理論も、高価な実験装置なしで生まれた理論でした。彼は思考実験という方法で、光の性質について深く考察しました。これは、実際に実験をするのではなく、頭の中で論理的に考えを進める方法です。現代の理論物理学者たちも、同じようなアプローチを取るようになったのです。そんな中で注目を集めたのが、理論的な研究、
特に超弦理論でした。超弦理論の魅力をより具体的に説明してみましょう。この理論は、まるでオーケストラの演奏のように美しい調和を持っています。普通の音楽では、弦を振動させることで音が生まれます。ギターやバイオリンの弦が異なる振動数で振動することで、様々な音階を奏でるのです。超弦理論では、極小の弦が振動することで、私たちの世界を構成するすべての粒子が生まれると考えます。電子は特定の振動パターンを持つ弦であり、光子は別の振動パターンを持つ弦だというわけです。これは、一本の弦から様々な音が生まれるように、一つの基本的な弦から様々な粒子が生まれるという、とても美しい考え方です。さらに興味深いことに、この理論は重力の量子的な性質も自然に説明できます。これは、長年の物理学の大きな課題でした。アインシュタインの一般相対性理論は、重力を時空の歪みとして説明します。一方、量子力学は、物質の最小単位での振る舞いを説明します。しかし、この二つの理論は、なかなか調和させることができませんでした。それは、クラシック音楽とジャズを同時に演奏しようとするようなものです。それぞれは素晴らしい理論なのですが、一緒に演奏すると違和感が生じてしまうのです。ところが超弦理論では、すべての粒子が弦の振動として統一的に記述されます。これは、異なるジャンルの音楽を、より深い音楽理論で統一的に理解するようなものです。また、超弦理論には対称性という美しい性質があります。対称性とは、何かを変化させても全体として変わらない性質のことです。例えば、雪の結晶は6回回転させても同じ形に見えます。これを回転対称性です。超弦理論には、このような対称性が豊富に含まれています。特に超対称性と呼ばれる、とても不思議な対称性があります。これは、すべての粒子にパートナー粒子が存在するという考え方です。例えば、電子には超対称パートナーとして線電子が存在するはずだと予言します。残念ながら、これらのパートナー粒子はまだ発見されていません。それは、私たちの実験装置では到達できないほど高いエネルギーが必要かもしれません。超弦理論の研究には、高価な実験装置は必要ありません。しかし、理論的な研究にも大きな課題があります。それは、私たちの想像を超えた数学的な複雑さです。超弦理論を研究するには、従来の物理学で使われる数学をはるかに超えた、新しい数学が必要になります。これを料理に例えると、今までの料理本に載っていない、全く新しい調理法を開発するようなものです。実際、超弦理論の研究から、数学の新しい分野が生まれることもあります。例えば絡み合う多様体という、6次元の空間の形を記述する数学です。これは、折り紙の折り方のような感じですが、私たちには想像もできないほど複雑な折り方なのです。この数学的な複雑さは、時として研究者たちを悩ませます。例えば、ある計算を完了するのに、スーパーコンピュータを使っても何年もかかることがあります。また、計算が複雑すぎて、正しい結果が得られているのか確認が困難な場合もあります。これは、料理で例えると、レシピが何万ページもあり、一つの手順を間違えただけで全く違う料理になってしまうようなものです。それでも、物理学者たちは諦めません。なぜなら、この理論が成功すれば、宇宙の最も深い謎を解き明かせるかもしれないからです。実は、超弦理論には相対性という興味深い性質があります。これは、一見全く異なる理論が、実は同じ物事を別の視点から見ているという性質です。例えば、万華鏡の中の模様は、見る角度によって全く違って見えますが、実は同じものを違う角度から見ているだけです。紙と鉛筆、そしてコンピュータがあれば研究を進めることができます。このような理論研究の面白さを、身近な例で説明してみましょう。皆さんはパズルを解くのが好きですか？理論物理学者の仕事は、世界最大の、そして最も複雑なパズルを解くようなものです。ただし、普通のパズルと違って、完成図がわからないところが難しいところです。時には、パズルのピースが無限にあるかもしれないし、複数の正解があるかもしれません。また、このパズルは数学という言語で書かれています。数学は自然界の言語とも呼ばれます。例えば、リンゴ柿から落ちる様子は、数式で正確に表現することができます。花びらの配置パターンも、数学的な規則性に従っています。蜂の巣が六角形なのも、
数学的に最も効率の良い形だからです。このように、自然界には数学的な美しさが隠されているのです。理論物理学者たちは、この数学という言語を使って、宇宙の最も深い謎に挑んでいます。時には、新しい数学的な道具を作り出す必要もあります。それは、新しい言葉を作り出すようなものです。例えば、虹の美しさを説明するのに、綺麗という言葉だけでは足りないように、既存の数学だけでは表現できない自然の神秘があるのです。特に超弦理論では、10次元や11次元の空間を扱う必要があります。これは、私たちの想像を超えた世界です。でも、数学を使えば、そのような世界も正確に記述することができるのです。これは、予算削減の時代に適した研究分野だったのです。しかし、理論研究だけで物理学が進歩できるのか、という疑問も当然出てきます。歴史を振り返ってみると、物理学の大きな発見の多くは、理論と実験の協力から生まれています。例えば、アインシュタインの相対性理論は、1919年の日食観測で初めて実証されました。これは、太陽の近くを通る星の光が、太陽の重力で負けられることを観測したものです。量子力学も、原子のスペクトル線という実験事実から始まりました。原子が特定の色の光だけを出す理由を説明しようとして、量子力学が生まれたのです。このように、理論と実験は車の両輪のような関係にあります。最近では、重力波の発見が良い例です。アインシュタインは100年以上前に重力波の存在を予見しましたが、その発見には2016年まで待たなければなりませんでした。ライゴという巨大な実験装置を使って、ついに重力波を直接観測することができたのです。これは、ブラックホールの合体という、宇宙で最も激しい現象を観測した結果でした。このように、理論の予見を実験で確かめることで、私たちの宇宙理解は深まっていきます。しかし、超弦理論の場合、その実験的検証は極めて困難です。理論が予見する現象を観測するには、現在の技術では到底達成できないほどの高エネルギーが必要だからです。これは、虫眼鏡で銀河を見ようとするようなものです。必要な倍率が高すぎて、現実的ではありません。しかし、これは物理学の本質的な部分を変えてしまう可能性もありました。実験による検証という物理学の基本が、理論的な考察に重点を移してしまったからです。この変化は、現代の物理学が抱える大きなジレンマを示しています。より深い自然の理解を目指すには、より大きな実験装置が必要です。でも、そのコストは社会が受け入れられる限度を超えてしまうかもしれません。このジレンマは、今でも解決されていません。しかし、この状況は物理学者たちの創造性を刺激する結果にもなりました。実験できない領域について、理論的な考察を深めることで、新しい視点が生まれてきたのです。では、私たちはどのように物理学の将来を考えればよいのでしょうか。実は、新しい可能性も出てきています。例えば、量子コンピュータの発展です。量子コンピュータは、従来のコンピュータでは計算に何年もかかる問題を、わずかな時間で解くことができる可能性があります。これは、超弦理論の複雑な計算にも革命をもたらすかもしれません。また、人工知能 AI の発展も期待されています。AI は、膨大なデータの中から、人間には気づかないパターンを見つけ出すことができます。これは、宇宙の観測データの分析に新しい視点をもたらすかもしれません。さらに、新しいタイプの実験装置も提案されています。例えば、宇宙そのものを実験室として使う方法です。宇宙の初期には、現在の加速器よりもはるかに高いエネルギーの現象が起きていました。その痕跡を、宇宙背景放射などの観測から読み取ることができるかもしれません。これは、過去の化石から生命の歴史を研究するように、宇宙の化石から初期宇宙の物理を研究する試みです。このように、物理学は常に新しい方法を探しています。それは、迷路を解くように、様々な道を試してみる必要があるからです。ある道が行き止まりだと分かれば、また別の道を探します。時には、壁を乗り越えて新しい道を作ることも必要かもしれません。さらに近年では、機械学習を活用した新しい研究方法も注目を集めています。例えば、膨大な観測データの中から、人間では気づけないような微細なパターンを見つけ出すことができます。これは、夜空の星々の中から新しい天体現象を発見するのに役立っています。また、シミュレーション技術の発展も目覚ましいものがあります。スーパーコンピュータを使って、宇
宇宙の誕生から現在までをシミュレーションすることもできるようになってきました。これは、まるで宇宙の歴史をもう一度再現するようなものです。このシミュレーションと実際の観測データを比較することで、私たちの宇宙理解が正しいかどうかを確認することができます。さらに、市民科学者の貢献も重要になってきています。インターネットを通じて、世界中の人々が天体観測データの分析に参加できるようになったのです。これは、何万人もの目で宇宙を見ているようなものです。実際に、市民科学者によって新しい天体が発見されることも少なくありません。このように、物理学の研究方法は、技術の進歩とともに大きく変化しています。物理学と技術の発展は、お互いに影響を与え合いながら進んでいます。例えば、量子力学の研究から生まれた技術は、今ではスマートフォンや GPS 衛星など、私たちの生活に欠かせないものになっています。逆に、コンピュータ技術の発展が、物理学の研究を大きく前進させることもあります。特に興味深いのは、仮想現実 VR 技術の活用です。VR を使えば、10次元の空間がどのように見えるのかを、ある程度イメージすることができます。もちろん、完全に理解することは難しいですが、少なくともその複雑さを体感することはできます。また、研究者同士の協力の形も変わってきています。かつては、同じ研究所で働く研究者同士でしか議論できませんでしたが、今ではインターネットを通じて、世界中の研究者と瞬時に意見を交換することができます。これは、まるで世界中の頭脳が一つにつながったようなものです。そして、この協力関係は、若い世代の研究者たちにも大きな影響を与えています。高校生や大学生でも、最先端の研究に触れることができるようになったのです。YouTube や SNS を通じて、最新の研究成果を知ることもできます。このように、物理学は象牙の塔から飛び出し、より開かれた学問になりつつあります。これは、科学の民主化とも呼べる現象かもしれません。このような変化は、物理学の未来にも大きな影響を与えると考えられています。例えば、2025年に向けて計画されている次世代加速器は、これまでにない規模の国際協力で進められています。世界中の研究者たちが、それぞれの専門知識を持ち寄って、この巨大プロジェクトに取り組んでいます。また、宇宙望遠鏡の分野でも革新的な進展が期待されています。従来の光学望遠鏡だけでなく、重力波、ニュートリノ、宇宙船など、様々な目で宇宙を観測できるようになってきました。これは、まるで白黒テレビからカラーテレビ、さらに 3D テレビへと進化するように、宇宙の見方が豊かになっているのです。特に注目されているのが、重力波天文学の発展です。重力波は、ブラックホールの合体など、光では見ることができない現象を観測することができます。これは、まるで宇宙の音を聞くようなものです。そして、これらの観測結果は、すべてデジタルデータとして記録されます。このデータは、人工知能による分析に適しています。実際、AI が新しい天体現象を発見することも珍しくなくなってきました。このように、物理学は人間の知性と人工知能が協力しながら、宇宙の謎に迫っているのです。さらに興味深いのは、物理学と他の分野との境界が曖昧になってきていることです。例えば、生物学との融合領域では、生命現象を物理法則から理解しようという試みが進んでいます。DNA の複製メカニズムや、タンパク質の折りたたみなど、生命の基本的な仕組みも、量子力学の法則に従っているのです。また、情報科学との境界では、情報という概念から宇宙を理解しようとする研究も進んでいます。ブラックホールと情報の関係や、量子もつれと情報伝達など、新しい視点から宇宙の性質を探る試みが行われています。これは、まるで異なる言語で書かれた本を読み比べるように、様々な角度から宇宙の真理に迫ろうとしているのです。環境科学との関連も重要です。宇宙の進化を理解することは、地球環境の未来を予測することにもつながります。例えば、太陽活動の変化が地球の気候に与える影響を理解することは、気候変動対策にも役立ちます。このように、物理学は単独で発展しているのではなく、様々な分野と相互に影響を与え合いながら進化しているのです。それは、まるで科学という大きな木の枝が、互いに絡み合いながら成長しているようなものです。そして、この科学の発展は、私たち一人一人の世界観にも影響を与えています。例えば、宇宙の広大さを知ることは、
地球上の問題を新しい視点で見直すきっかけになるかもしれません。国境や文化の違いも、宇宙から見れば、同じ青い惑星に住む仲間同士の些細な違いに過ぎません。また、マルチバースの考え方は、唯一の正解にこだわりすぎない柔軟な思考を育むかもしれません。無限の可能性の中の一つの選択として、私たちの存在を捉え直すことができるのです。宇宙物理学は、時に非常に抽象的で難しい学問に見えるかもしれません。しかし、その本質は私たちはどこから来て、どこへ行くのかという、誰もが持つ素朴な疑問に答えようとする試みなのです。そして、その答えを探す過程で、私たちは新しい技術を生み出し、新しい世界観を手に入れてきました。これからも物理学は、私たちの想像力の限界に挑戦し続けることでしょう。その挑戦は、時に困難で遠回りに見えるかもしれません。しかし、それこそが人類の知的冒険の醍醐味なのかもしれません。マルチバース理論も、そうした創造的な試みの一つと言えるでしょう。実は、マルチバースの考え方は、私たちの身近な世界でも応用できる視点を与えてくれます。例えば、生物の進化を考えてみましょう。地球上には、およそ870万種もの生物が存在すると言われています。これらの生物は、それぞれが異なる環境に適応して進化してきました。北極に住む北極熊は厚い毛皮を持ち、砂漠に住むラクダは長期間の水不足に耐えられます。これは、様々な可能性の中から、その環境に適した特徴を持つ生物だけが生き残ってきた結果です。マルチバースの考え方も、これと似ています。無限にある宇宙の中で、私たちが観測できるのは、生命が存在できる条件を持った宇宙だけなのです。また、コンピュータゲームの世界も、マルチバースの良い例えかもしれません。オープンワールドゲームでは、プレイヤーの選択によって、様々な展開が用意されています。それぞれの選択が、異なる世界線を生み出すのです。現実の世界でも、量子力学では多世界解釈という考え方があります。これは、量子的な事象が起こるたびに、世界が分岐していくという解釈です。例えば、コインを投げるとき、表が出る世界と裏が出る世界の両方が実在するという考え方です。これは一見 SF 小説のような話に聞こえるかもしれません。しかし、このような考え方は、現代の物理学者たちが真剣に研究している理論なのです。私たちの住む宇宙が、無限に広がる可能性の中の一つだとしたら、それは私たちにどのような示唆を与えるでしょうか。それは、私たちの存在が、途方もなく稀有な奇跡であることを示しているのかもしれません。私たちの宇宙は、果たして唯一の宇宙なのでしょうか。それとも、無限に存在する宇宙の一つに過ぎないのでしょうか。この問いに対する確かな答えは、まだ見つかっていません。しかし、この問いを追求することで、私たちは宇宙と自分たちの存在について、新しい視点を得ることができます。最近の物理学は、私たちに新しい宇宙像を提示しています。それは、私たちの宇宙が唯一の存在ではなく、無限に広がる宇宙の海の中の一つの泡であるという考え方です。これは、私たちの存在の意味についても、新しい視点を与えてくれます。例えば、夜空に輝く星々を見上げるとき、その向こうには見えない無数の宇宙が広がっているのかもしれません。その中のどこかには、私たちとは全く異なる物理法則で動いている宇宙があるかもしれません。あるいは、私たちと似たような生命が存在する宇宙があるのかもしれません。このような考えは、私たちの想像力を大きく広げてくれます。実は、このような多元的な世界の考え方は、古代から存在していました。古代ギリシャの哲学者デモクリトスは、無限の宇宙の中に無数の世界が存在すると考えていました。仏教の世界観でも、無数の世界が存在するという考え方があります。現代の物理学は、最新の数学と理論を使って、この古代からの人類の創造を科学的に探求しているのです。そして、この探求は今も続いています。2025年には、次世代の大型ハドロン衝突型加速器の建設計画が議論されています。また、重力波望遠鏡の感度も年々向上し、宇宙の神秘により深く迫ろうとしています。私たちは、宇宙の謎を解き明かす長い旅の途中にいるのかもしれません。その旅は、時に予想もしない方向に進むかもしれません。しかし、それこそが科学の醍醐味なのではないでしょうか。謎に満ちた宇宙の探求は、私たちに限りない知的興奮と驚きを与えてくれるのです。
本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。